はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンリットをやっていきます。本日はですね、初心者必見、建築基礎シリーズ柱編をお送りいたします。アークサバイバルアセンリットになりまして、建築の仕様が大きく変更されました。特に今回の柱は、その仕様が完全に変わってしまった建材でもありますので、ぜひご確認いただければと思います。柱はですね、アーク建築で最も重要な土台判定を持っている建材でもありますし、その他にも装飾であったり、いろいろ使い道が多い建材となっておりますので、柱の仕様をしっかり理解して、ぜひアーク建築にご活用いただければと思います。今回は初心者向けに基本的なところから応用まで徹底解説しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず柱の種類からご紹介していきます。柱、種類としては4種類ありまして、通常の柱、半分の柱、細い柱、半分の細い柱、そして建材がそれぞれ藁、木材、アドベ、石、金属、テックと分かれております。見た目はそれぞれこのように違いがあります。続いて柱の置き方について。まずはアークの設置に関しての基本的なところになるんですが、置き方いくつかあります。一つはスロットに入れていただいて、スロットに対応したボタンを押していただくと、このように設置ができるようになります。その他、インベントリーにある状態で右クリック、設置としていただいても置くことができます。また、右クリック押さなくても、このように横に出ているボタンを合わせて、パソコンであれば E ボタンを押していただくと、このように設置することも可能です。数を置く場合は、スロットに入れて設置するのが一番簡単です。そして柱1回設置するとこのように丸いものが出てきて、この状態で高さや回転を変えることができます。たまにこれ引っかかるんですけども、1回右クリックでキャンセルしてもう一回置き直せば高く設置することができます。そして柱選んでいただくと下に見えるように種類を切り替えることができます。パソコンの場合は R ボタン。先ほどご紹介した通り4種類切り替えることができまして、さらに横に置けるようになります。土台判定が続いていればそのまま設置していくことができます。土台判定効かないところまで行くと赤くなって設置できなくなります。土台判定については次のパートでご紹介します。もちろんこれも4種類あります。横向いただけで見た目は一緒です。また設置に関してその柱にスナップして土台を置くなども可能です。これで通常の高さよりも高い土台を置くことが可能となります。その他壁を直接柱に横につなげていくことも可能です。4枚までつながります。通常壁はそのまま大地に刺すことはできないんですが、柱につなげるとこのように置いていくことができます。また直接ですね、柱の上にこのように壁を置いていくことも可能です。状況に合わせて使い分けましょう。また天井に関してはこのように端につけるパターンと真ん中につけるパターンとどちらでもスナップすることが可能となります。これもその時の状況で使い分けていただければと思います。土台にスナップしてこのように設置していくことも可能となります。この場合も端っこと真ん中設置することができるようになります。もちろんクォーターの壁なども同じように設置することができます。その他にもスナップする建材はあるんですが、今回は省略させていただきます。以上が柱の置き方でした。
続いて土台判定について。アークには土台判定という概念がありまして、土台判定が効いているところでないと建築していくことができません。土台判定持っている建材が今回の柱、そして土台、柵土台、支柱となります。柵土台と支柱は少し土台判定特殊となっておりますので、また別途動画作ろうと思っておりますので、チャンネル登録して楽しみにお待ちいただければと思います。土台に関しては以前基礎シリーズ土台編で徹底解説しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。そして今回の柱について、先ほどご紹介した通り、柱には2種類天井の置き方があります。このように角に置くタイプと、このように真ん中に置くタイプとあります。天井の真ん中に柱を置く場合は、柱の上に置いた天井を0として、それぞれ3マス、プラス左右に1枚ずつ置くことができます。それを上下左右伸びていきまして、こういった形になります。これは土台を置いた時と同じ土台判定の範囲となります。次に柱の角に天井を置いた場合は、今サバイバーがいる場所が柱のある場所になりまして、柱から3マス、その両側に範囲がありまして、プラス1マスされて上下左右ということで、この形になります。基本は土台判定起点から3マスではあるんですが、柱の場合、天井が置く場所によって土台判定の範囲が異なってきますので、ご注意いただければと思います。次に土台判定に関しては、スナップをつなげていくことによって土台判定を伸ばしていくことができます。ASE から ASA になって一番大きく変わった点でもあるんですが、柱のスナップ方法が変わりました。ASE 時代は柱の横にスナップして柱を立てることができたんですが、ASA の場合はスナップして横に柱を置くことはできません。これとこれはつながっていないということになります。柱のスナップの広げ方なんですが、これに関してはいくつかあります。一つは柱、先ほどご紹介した通り横向きに置けますので、これは同じ素材でなくても細柱とかでも一緒です。3つ伸ばしてその先置けなくなるので、ここで縦にして地面に突き立てていただければ伸ばしていくことができるようになります。もちろんスナップしてくっついているので、この上から直接つながっていなくても同じように伸ばしていくことができます。次に壁、柱に直接壁を立てることができます。壁に関してはまた壁編でお伝えいたしますが、基本的に土台判定、何か建材にくっついていないと直接大地に壁を立てることはできません。柱にくっつけば大地につなげて置くことができます。この場合ですね、土台判定の兼ね合いで壁4枚置けるんですが、4枚目の外側にはつなげておくことができません。ここは土台判定が切れていることになります。なので、つなげる場合は壁3枚の間に柱を置くとすれば壁を伸ばしていくことができます。もちろんこれも土台判定がつながっているので伸ばしていくことができます。続いて天井。天井は先ほどご案内した通り端、真ん中あるんですが、つなげていって3枚目で置けなくなります。そして柱。もちろんこっち側でも問題はありません。また真ん中に置くということも可能です。どの位置に置いていただいてもつなげて置いていくことはできます。もちろん先ほどと同じようにつながっているので土台判定は伸びるということになります。真ん中に置いた場合は上に置いた天井プラス3枚置けるんですが、これに関しても真ん中に柱を置くことはできるんですが、距離の兼ね合いで端っこに置くことはできなくなってしまいます。ただし壁はこのように端っこでも置けるようになってます。これがちょっとわかんないところですね。微妙な距離感ということですね。もちろん真ん中に置けば同じように土台判定を伸ばしていくことができます。また先ほどと同じようにですね、このように横に伸ばした柱にスナップして土台を置くということもできるので、これでさらに土台判定を
伸ばしていくことも可能です。それぞれいろんな素材を組み合わせてどんどんつなげて土台判定を伸ばしていくこともできますので、ぜひご活用いただければと思います。以上が土台判定についてでした。続いてはですね、柱に関してはご紹介したように土台判定としての基礎作りの部分の要素もあるんですが、その他に応用的に装飾部分でも利用することが可能です。柱を使えばこのように高床式の建築をしていくことも可能なんですが、そのままつなげて伸ばしていくことによってこのように突出した柱として飾りに使うことも可能ですし、すでに立っている壁の横に設置して少し凹凸を壁に持たせるということも可能です。またこのように細柱などを使って窓の装飾に使ってみたりとかですね、こういう装飾の使い方もあります。これは柵も使っているんですけど、その他このように峰のように使ったりとかですね、このように横向きに内装で柱を伸ばして梁のような形で設置をすることも可能です。これは完全に装飾の部分ですね。例えばこのようにただの豆腐建築したとしても、簡単に四隅に柱を置くだけでもですね、少し違った雰囲気を与えることができるようになります。また通常の柱と細い柱でも雰囲気が変わってきますので、その時々建築に合わせていろいろプラスアルファな装飾を施していくこともできます。一番簡単な脱豆腐建築ということになります。またこういった使い方はアイデアの部分にもなるんですが、例えばですね、建築テンプレート見ていただくとデフォルトの中にもいろんな建築が置かれています。これは柱に限らずですね、普通に建築の見本としてどういう使い方があるかっていうのを建築のエキスパートたちの建築を見習って使い方、発想などをパクってどんどん作ってみていただくのも面白いかと思います。たまに増えてたりしますのでね。その他こちらのちょっと読み方わかんないんですが、選んでいただくとこの間投票で決まった建築ですね、こういうのも見ていくことができますので、ローカルでクリエイティブモードなどで実際に設置してみてどういう置き方をしているのかなどを観察して見ていただくと面白いかと思います。その他にもいろんな建築紹介の動画上がっていると思いますので、そういうのも見ながらそれぞれの建築いろいろ作ってみて、そこで使われているテクニックなどを自分の中に取り入れて自分なりの建築に活かしていくということができますので、建築初心者の方はまずは作られている建築テンプレートでもいいですし、動画など参考にまずは真似たり、ちゃんと建築のやり方紹介している動画などもいっぱいありますので、そういうのを見ながら真似てまずは作ってみて、そこで使われているテクニックを自分のものにしてオリジナルの建築ができるようになっていくというのも一つの楽しみ方であります。注意しないといけないのは ASA と ASE 建築仕様が全くと言っていいほど変わっておりますので、見ている動画が ASA の動画なのか ASE の動画なのか、そこだけしっかりとご確認いただいて ASA の建築紹介の動画を真似て作っていただければと思います。以上が装飾についてでした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、初心者一見建築基礎シリーズ柱編をお送りいたしました。柱に関しては ASA になって一番仕様が変わった建材にもなっておりますし、使用用途がいろいろ使える建材にもなっておりますので、ぜひ柱の扱いマスターしていただいてアーク建築に役立てていただければと思います。またいろんな発想でいろんなことができる建材にもなっておりますので、自分なりに見つけてみるのも楽しいですし、いろんな人の建築を見て、あ、こういう使い方があるんだみたいなもの、柱に限らずですね、アイデアをどんどん取り入れて自分なりの建築っていうのを見つけていただければと思います。
自分も最初の頃はよく動画を見ながらその建築真似て作ってみて、あ、こうやって使うんだみたいな発想からですね、いろんな特性をつかんで建築するようになっていったんで、まずは作ってみっていうのがアーク建築上達するコツでもありますので、まずはどんどん真似て作ってみるというのが面白いかと思います。またですね、各建材であったり、いろんな仕様に関してはですね、このように建築チュートリアルであったり、基礎シリーズの方でご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。